こんにちは。長野県の飯島町と中川村で一棟貸しの宿流れを運営している石川です。このポッドキャストでは日々の暮らしや宿のこと、この地域での出来事を私たち夫婦の目線でお話ししています。今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと初めて試みなんですけど、 YouTube の方でも同時に公開してみようかなというふうに思っております。今っぽい以前ね YouTube 少しだけ更新をしている期間があったんですが、ちょっとまた今年は映像として残すみたいなこともやっていきたいなと思っているので、ちょっとまずはチャレンジということで、そうだね、この雰囲気とかもね含めて見てもらえたらいいかなと思っているので、ちょっと今回は映像も含めて一緒に撮ってみようかなと思って収録をしています、なので今日 YouTube で初めてね見てくれる方ももしかしたらいるかもしれないので、ちょっと改めてなんだけど簡単に自己紹介をしてからちょっと今日お話雑談をしていこうかなと思うんですが、どうです？どうですか私がするどっちがします私がじゃあしようか。ぜひお願いしていいですか？私たちは長野県の、南の方にある稲谷という地域、中央アルプスと南アルプスに囲まれた稲谷という地域で、一棟貸しの宿を3つやっています。古民家宿流れと、ビラ流れ、ログハウスのログ流れというちょっと雰囲気が異なる3つの、施設を夫婦で運営をしています。もともと2人とも、東京と横浜で銀行員をしていて、その後500日の世界一周の旅を経て、2018年ぐらいに、この長野県に移住をして2020年に、宿を開業したという感じの私たちです。今は5歳の男の子と、フレンチブルドッグのワンちゃんと暮らしているという感じの私たちがお届けしています。さて今日2026年に入って少し経ちましたが、せっかくなのでどんな年にしたいみたいな話をねいきなり挨拶した後にどんな年にしたいっていう雑談をしていきたいなと思ってるんだけど、前回ちょっと振り返りみたいなのを少しやって、その時にもちょっとお話をねしたかなとは思うんだけど、改めて2026年に入って少し経って落ち着いてきたかなっていう感じで、なんかありますか？なんです話題の振り方がすごくさ、もうちょっと方向性を決めたパスをしてもらえると嬉しい。全然いいんだけど、ざっくりでいいかなと思って。でも繰り返しになっちゃうかもしれないけど、去年は3号店を開業して、というところで、そのオペレーションというかもう少しずつ仕組みというかね、慣れてきて、いろいろ改善しなきゃいけない点もまだまだあるけど、一旦そこが動き出しましたよっていうところで、じゃあまたね次はどういったことをしてもっと面白くできるかななんていうのを考えていて、じゃあその面白いなんだろうっていうのをずっとあれはどうかなこれはどうかなって考えてるっていう、そんなフェーズだとは思っているんだけど、どうかなそうだね。去年は割ともう開業をして、もうその後ちょっとパタパタして終わってしまったっていう感じもあるので、本当にまた新たにね土台を固めるじゃないけど、3つの宿をきちんと運営をしていきながら、情報発信だったりとか、自分たちがどう思ってるか、何を考えてるかみたいなところを伝える手段をちょっと増やしていきたいなっていうのと、それこそこの音声もそうだけど YouTube とかも、
ちゃんと残していきたいなっていうのが私の今年やりたいなって思ってることかな。なんかあれだよね、なんか5年の開業して今何年目？今年で6年目になるのかな。で2020年だもんね、開業がなった中で、当初からこういうことを実現したいという思いがあってもちろん始めていて、でそれこそ当時はねコロナが始まったタイミングで開業してる中で、あえて私たちが今施設を運営しているのが観光地とかではない本当に普通の田舎というか本当に観光客の方が来る場所じゃないところで、あえてこういう宿泊施設をやっているんですけど、その理由みたいな、自分たちがなぜこういうところでこのような事業をしているかっていうところをもちろん当初からその思いは強く持ってるんだけど、やっぱりだんだんそれがなんていうかな、見えなくなった隠れてきちゃうというか、埋もれてきちゃうというかっていう面もあったりとか、あとはねこの日本全国がコロナ明けてからインバウンドっていう感じで、すごく盛り上がってきていると思うんだけど、なんか自分たちはなんかそこに対してちょっとまた違う感覚とかなんか違う思いがあったりとかっていうのをあんまり語らずここまでやってきているかなと思ってて、なんかなんでここでこんなことをねあえて有名じゃないとこでやってるんだっけとか、でここでこういう事業をすることによってどんなことを実現したいんだっけとか、何を伝えたかったんだっけとか、誰に来てほしいんだっけとかっていうのをなんか言葉にしていくことにとても大きな意味があるなっていうのは感じているかな。なんか本当にね、当初は本当に地方でこんなことやる人本当に少なかったから、当時はね、開業した当時はそんな人全然いなかったから、だけどもう今は本当にもう私たちの周りの地区でもエリアでも本当にたくさんのね宿泊施設が、できてきた中で、そう、ね、自分たちは何をしたかったんだろうかとか、なんかやってるうちにどんどん自分たち自身もなんでこれやってるんだっけっていうのが見えなくなるというかね、本当さっきも言ったけど、だんだん忘れてきちゃってるところがあって、そこは本当に大事にしなきゃいけないし、自分たちが誰なのかを形に残したりとか言葉にすることが本当に意味があるなって思っているので、こういう動画だったりとか音声だったりはやりたいよねっていう思いがあって、ようやくねこういう形でちょっと企画が動き始めたっていうところだから、これを続けていけるようにしたいですね。はい、そうね、それが今年やってみたいことというかね。本当にね、この6年ぐらい宿を始めてから、本当に宿増えてるもんね。めちゃめちゃ増えてるね。増えてるし、本当に素敵な宿がたくさんあるから、確かに、ね、どうやったら選ばれるかっていうのは本当にそうだね。でもあれだよね、なんか素敵な宿はいっぱいあるし、かっこいいところもいっぱいあるし、けどやっぱりなんか宿泊施設っていうものに関してなんか人格みたいなものがある施設があんまりないなと思ってて、人格っていうか宿泊施設格というか、この施設が持つ人格みたいなものがなんか私たちのところはあんまり表には出てないけど、結構自分たちの中ではそういう人格を持っているものなのかなと思っているので、そこをねなんか、今までたくさん貯めてきた人格みたいなのをちょっと、ネットのインターネットの社会、海の中に放り投げるというか出していくことも必要だし、なんかやっぱり自分たちもこういうなんか考えとかね、思想がある宿泊施設に泊まりに行くのが好きだから、やっぱりそういうのを世に出すことを当たり前に宿泊施設の考え方とか大事にしていることとかがもうちょっと可視化っていうか、別に見えなくてもいいんだけど、それをね聞いたり知ったりして、
でそこに行くっていうなんかそういうこう経験というかそういう宿泊みたいなものの文化みたいなものができたらすごく嬉しいし、自分たちもそういうとこそういう宿泊施設を見つけたいし、そういうとこを知りたいし、そういうとこに泊まりに行きたいなと思っているから、なんかこういうね個人ですごい思いがあって運営している宿泊施設とかの人同士でのやり取りだったりとか、なんか考えとか、そういうのを本当になんかこう交換できたりとか、なんか、ね、共有できたりとか、お互い行き来できたりとか、なんかそういうののもっと入り口にしたいなって思ってるけどね、すごいね今年そういうのがね。本当にね、泊まるだけの機能で選ばれる宿になりたくないというかここには誰も来ない、そんな人場所がいいからとかね、まあね、そういう場所でもないからね、まずここは本当に誰も来ないからねそうだね。この先どんな宿にしたいみたいなところがある広いよね質問がね。どうだね、でもどんな宿にしたいか難しいよね、いっぱいいろんな論点があるから。そうだね。どうなんだろうね、なんかでもどんな宿、その施設としてはなんていうかな、ずっとこうアップデートっていう言い方がすごい今っぽい言い方なんだけど、成長するというか、進化するというか、そうだね、なんかね、今の世の中一般の概念の中では、宿泊施設が出来上がった時が、100点というか一番ゴールだよっていうのはね、一般的にはそういう常識があると思うけど、私たちの場合はね、資金的な問題ももしかしたらあったかもしれないけど、実際運営をしていく中でこっちの方がいいよねとか、こういうものがあったらもっといいよねとかっていう形で5年間コツコツこう新しい設備を入れたりとか、庭を整備したりとかやってきた中で、別にそれがゴールとかっていう概念ではなくて、5年後に来たらまた別のものになってて、その5年後来たらもっと別のものになっててっていう、生き物みたいに変わっていくことがすごく自分にとってはすごくそれが面白いことだし価値があることだと思うから、そこの変化みたいなのを止めないような施設には、そういう宿泊施設にしたいなって思ってるし、今ね3つの宿泊施設をやってるけど、それぞれの施設に行ってもらって1個来てくれた方がいたら、じゃあ2個目3個目もちょっとこの人たちがやってるとこ見てみたいなとか、あとはこうやって泊まってくれた方の中で、こういう音声とか動画とかを聞いてくれて、この人たちこんなこと考えてたんだとか、なんかそういうのとかが、関心持ってもらえたりしたらすごく嬉しいよね。なんでなんか泊まっておしまいっていう機能じゃなくて、なんか念になって関わりがあるような宿泊体験みたいな、宿泊体験から始まる関係性みたいなものが作れると豊かだし面白いなとは思ってるから、それのねほんと一つの、施設は今3つあるし、こういう形で音声だったりとか、YouTube だったりとかで、もうそれも一つの関わるポイントだし、他のところでもちょっと今年はいろいろな取り組みをしていきたいなと思ってるんで、本当ね皆さん来てくれる方とか関心持ってくださる方とお会いしたりとか、お話できる面を増やしたいよね。そういうところにしたいよね、なんかね。でもね、以前更新してた YouTube をきっかけに来てくれる人も何組かいてね、そういうのすごい嬉しいよね。そうだね、私たちの話とか思いとかを知った上で来てくれるっていう方が増えるのもすごい嬉しいことだし。そうだね、なんかね、今やっぱりみんながとは言わないけどね、やっぱり短期的に分かりやすいものというのかな、なんかわーとかウォーとかって一瞬すごくなるものがすごく世の中にいっぱいあって、とても楽しいし、僕たちも東京に行くとあれも行きたいこれも行きたいってなっちゃうからあれなんだけど、やっぱりそれももちろん大事なんだけど、自分たちが大事にしたいのは本当さっきにも話したね、時間の経過だったりとか、なんかそこの関わりしろだったりとか、なんか長い関係を築いて
ける、宿泊施設として宿泊施設を通じて長い関係を築いていけるような、なんかそういう今までの宿泊の概念と少し違うところで、できたらなっていうのは本当ね、さっきの YouTube の話じゃないけど見てくれてね、僕たちがフレンチブルドッグを飼ってるって知ってきてくれる嬉しいよねとかは本当に、本当に嬉しいなって思うし、ね、なんかそういう方とのちゃんとお話できたりするととても僕たちも、ね、喜ばしいし、そういう方は本当ね増やしたいと思うし、あとはなんか同じような思いでやってる人の宿にもめっちゃ行きたいね、シンプルに。私そういうとこちょっと行きたいね。行きたい、そうぜひね、そういう人、そうなんか、なんか自分たちのライフスタイルと宿泊みたいのをしっかりと合わせてやってる、そうだね、結びついてる人、そうなんかね、そういうところじゃないと逆にあんまりそれもそれで、ね、楽しい、美しい楽しい施設はあるんだけど、そういうところ方とね本当に一緒にお話しするだけですごくいろいろ勉強になることとかね、気づきがあるから、なんかそういう人とね、あれね、出会えたりできたらさらに嬉しいよね。その来てくれる方もそうだし、その運営する方もそうだしね。足を運んでいきたいね。そうですね。はい。すごい暗いけど大丈夫？なんかすごいなんかじんわりしてない、なんか大丈夫？なんか楽しい感じがしないけど。全然いいよ、楽しい話しても楽しい話はできないけど。じんわりしてるかわかんないけど。なんだっけ、今年のやりたいこと大体話した。そうだね。大きく、細かいこともまたね、いろいろあるんだけど、たくさんあるはあるけど、大きな方向性としてはね。あとはあれだね、子供が保育園最後の年になるので、小学校になったらなかなかそんなたくさんお出かけしにくいかもしれないから。そうなの？そう行けたらいいな。そうだ、はい、わかりました。わかりましたってかなって思ってるかな。あと何かある？いや、今年やりたいなみたいな。でも本当、いやでもさっきの同じ話だったけど、やっぱ人と会いたいよね。宿泊施設やってる人だけじゃなくて、やっぱりなんかなんかね、ローカルとか地方とかでやっぱり、なんか本当なんていうのかな、なんかなんかじゃないよなんか経済合理性みたいなものとかけ離れた仕事をする人、伝わる？なんか思いそうね、なんかだから儲かるからとかそういうことだ。儲かる、そうだね。それも一つね。なんかそういうそうなんか今っぽくない仕事をあえて選んでる人とか、そうなんか思いがあって、なんかね、一見もう本当に非合理的で、なんでそんなことやってんすかっていう人って僕たちも含めていっぱいいると思ってるし、やっぱそういう人と話したりとか、ね、お話聞けたりとか、現場見れたりするとやっぱり本当に何より気づきになったり勉強させてもらえたりすることがあるし、個人的なね、宿泊施設っていうところの運営っていうところ以外のところでは、そういう人との出会いを本当にもうね、そういうそうなんか儲かるよみたいな、そういうのはもうなんかあんまりあれで、それも大事なんだけどね、事業ってね、ご飯食べていかなきゃいけないから大事なんだけど、やっぱりなんかもうそういう話はもういいかなと思ってて、なんかそれよりは本当になんでやってんすかっていう人とでたくさん会いたいなって思ってるし、今度ね、またね、ここにも泊まりに来てくれる、ね、人とかもまたね、そういう変なこととか面白いことやってる人が来てくれるから、そういう方とね、本当こういうのもし取れたらね、いいよね。確かにね、紹介できたりね。そう、ここからはもう非合理的なんでそれやってんのっていう人の時代ですよ。そんなことないから僕はそう思ってるけど、でもね、大事だよね。でもどうですか？でもちょっと話が変わるけど、去年さ、チャット GPT とかさ、 AI がすごいさ、去年だけじゃないけど、すごいわーっと広がってさ、変わった？変
まあ業務的にこう楽になった部分は多少あるけど、かといって私たちのこう仕事的には何かが激変するとかはあんまり感じてはないけどね。まあフィジカルな仕事だからね、フィジカルというか、そうだね。どうなんだろう、まあ宿泊とかも多分ねこれから、まあ、掃除とかも少しずつね、フィジカルな AI というかね、機械で掃除みたいな多分まあ多少はなっていくと思うけど、なんか割とかけ離れてる業界ではあるよね。まあそうだね、まあその代替できないというか、まだしにくいというかね、そうだからね、これからそのね業界的にもまあ全部無人でチェックインとかも今もいっぱいあるし、むしろもっとそういう風な文脈が増えてくるだろうし、まあ、その中でねこうなんか僕たちみたいな人が入ってる宿泊施設というか、その人がいる宿泊施設みたいなものの価値って何なんだろうなとか、なんかそういうのとかもなんかいろいろ考えたりとか、いろいろな人の話を聞いてったりとかなんかしていきたいな、すごくな、そういう話もまた次回とかねできたらいいかもね。というわけで今日はちょっと時間になってきたのでこの辺で終わりにしたいなと思うんですけど、話し残したこととか大丈夫ですか？言われちゃうとさ、今その話したから無限にそうなっちゃうから、一旦それは切りましょう。今日は一旦この辺で終わりにしたいなと思います。というわけで今日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。